第二次世界大戦のうっそうとしたジャングルの中でのある状況を想像してみてください。はい、ジャングルですね。敵の陣地を進んでいくと、あなたは地面に転がっている見慣れない筒状の兵器を拾い上げます。なんだこれはとなりますよね。すると仲間がこう叫ぶんです。おお、それは例のニーモーターってやつじゃないかと。ニーモーター、つまり膝当て迫撃砲ですね。はい、あなたはこれは太ももや膝の丸みにぴったり合う形だと思い込むわけです。そして実際に自分の太ももにグッと押し当てて引き金を引いてしまう。うわ、それは危ないですね。その瞬間、ドカン、激しい反動で大腿骨は見事に折れてしまいました。いやー、本当にあった話なんですよね、これが。信じられないかもしれませんが、これ第二次世界大戦中、アメリカ軍の海兵隊員に実際に起きた出来事なんですよ。今回はですね、その愚かな誤解から始まり、やがてアメリカ軍のあの巨大なシステムすらもパニックに陥れることになる極限状態でのテクノロジーと戦術の物語をたっぷりと深掘りしていきます。今回のミッションとして読み解いていくのは、アメリカ軍の戦闘共犯、それから兵器局の調達記録、あとは当時の歩兵雑誌インファントリージャーナルですね。前線の兵士たちが声を寄せた一次資料の山です。そうですね。これらの記録から浮かび上がってくるのは、泥沼のジャングル戦という死と隣り合わせの環境で、人間がいかにして敵を観察して必死に模倣し、そして時には大失敗を犯すながら新しい技術へとたどり着くのかという非常に人間臭いプロセスですよね。本当にそう思います。日米両軍が互いの戦術をどうハックしようとしたのか、その失敗と進化の力学に迫りたいと思います。はい、楽しみです。でもまずは先ほどの足をへし折った兵器の正体をはっきりさせましょうか。そうですね、そこからですね。その武器の正体は日本軍の89式重敵弾頭というものなんですよ。スペックを上げておきますと、全長約62センチ、重量はわずか約 4.7 キロです。4.7 キロ、かなりコンパクトですね。そして口径は50ミリです。手榴弾や専用の榴弾を投擲するための極めて軽量な歩兵火器でした。兵士がジャングルの中でも一人で簡単に肩に担いで引っ張り回せる重さですね。その通りです。そしてこの兵器の最大のポイントが、地面に接する底板、つまりベースプレートの部分が少し湾曲した形をしていたことなんですよ。なるほど、そのカーブが問題だったと。もともとは地面の丸みや木の根っこなどに沿わせて安定させて撃つために少しカーブさせていたんです。当時のアメリカの従軍記者たちがその形を見て、これは太ももや膝のカーブにフィットさせて撃つための画期的な携帯兵器だって完全に誤解してしまったんですよね。軍事的な裏付けを取ることなく、彼らはセンセーショナルな記事を書き飛ばしてしまったんです。記者としては特ダネのつもりだったんでしょうね。でも反動を伴う火器を膝に乗せて撃つなんて物理的にありえないです。それなのに新聞の見出しを信じ込んだ海兵隊員が実際に自分の膝で試して骨折してしまったという。現場の兵士からすればたまったもんじゃないですが、ただそのニーモーターという滑稽な神話を外してみると、この兵器が持っていた恐るべき真の戦術的価値が見えてくるんですよね。と言いますと、当時の歩兵戦術においてどうしても生まれてしまう空白の距離、これを完全に埋めるために設計されていたんです。空白の距離ですか。つまり手榴弾と大砲の間ということですかね。その通りです。歩兵が自分の腕で手榴弾を投げられる最大距離っておおよそ数十メートルくらいですよね。人間の肩の力には限界がありますからね。一方で部隊の後ろに控えている75ミリ砲や105ミリ榴弾砲といった大型の大砲が味方を巻き込まずに安全に支援射撃を行える最小射程距離には限界があります。近すぎると味方に当たっちゃうわけですね。そうです。だからこの2つの間にある数十から数百メートルのギャップ、ここが攻撃が届きにくい空白だったんですよ。その空白の距離にもし敵の機関銃陣地があったらどうなるか。これは第一次世界大戦の塹壕戦まで遡る極めて深刻な問題だったんです。有刺鉄線と深い塹壕、そして機関銃による防御陣地。攻撃側はどうにかしてその間にある空白の距離を越えなければならなかった。この強固なる機関銃陣地を攻撃側はどうやって突破するのか。
一つは突撃する歩兵自身が持ち運びできる軽機関銃で弾幕を張るという方法です。歩きながら撃つマーチング射撃ですね。はい。そしてもう一つが爆発物で敵の機関銃陣地を破壊するというアプローチですね。その通りです。ここで小銃の先に取り付けて撃つ小銃敵弾というものが生まれました。そこからより正確により遠くへ爆発物を飛ばすための専用の兵器として敵弾頭、つまり軽迫撃砲が生まれたというわけです。なるほど。日本軍は1921年に10年式敵弾頭を正式化しました。そこからさらに明瞭な弾道を描くように進化を遂げたのが1929年の89式重敵弾頭なんですよ。ただここでこの兵器に対するアメリカ軍の初期の評価は低いものでしたよね。そうなんですよね。当時のアメリカ軍の技術評価を見ると、短い砲身にライフリングが刻まれているだけで発射される弾には飛行を安定させるための尾翼、つまり羽すらないと半ばあざけるように書かれています。つまりアメリカ軍からすれば羽もない弾を短い筒から飛ばすだけの原始的なおもちゃのように見えていた。それなのにですよ、前線のアメリカ兵たちはあいつらたった2発でこちらの機関銃差にピンポイントで命中させてくると報告しているんです。本当に驚異的な命中精度ですよね。なぜ日本軍はそんな神業のように正確に命中させることができたのでしょうか。ここが日本軍の戦術とテクノロジーの融合の最もエキサイティングな部分なんです。日本軍はジャングルという環境を最大限に生かし、完全に隠蔽された場所からこの敵弾頭を運用したんですよ。完全に隠蔽された場所ですか。例えば山の斜面の裏側、つまりリバーススロープと呼ばれる位置です。そしてさらに脅威だったのが高く生い茂った木の上なんですよ。木の上？ちょっと待ってください。爆発物を飛ばす大砲を木の上に持ち込んだんですか。そうなんですよ。先ほど言った 4.7 キロという軽量だからこそ、車種自身が筒を肩に担いでスルスルと木の上に登ることができるんです。なるほど。重たい迫撃砲じゃ絶対に無理ですね。はい。そして枝の間から直接敵を目視で狙って上から弾を落とすことができたんです。いやー、それは本当に恐ろしい。スナイパーライフルによる狙撃のシステムを爆発物でしかも木の上から行っているようなものじゃないですか。その通りです。しかもそれだけではありません。アメリカ軍がジャングルを進む中で疲労や警戒のために足を止めた瞬間に必ずと言っていいほどこの敵弾頭が撃ち込まれてきたんです。足を止めた瞬間にですか。動いている時ではなくて。アメリカ軍の兵士たちはいつ木の上からあるいは見えない斜面の裏側から弾が飛んでくるかわからないため常に動き続けなければなりませんでした。それはきつい。さらにその発射スピードが猛烈でした。熟練した射手になると一辺間に10発から20発というとんでもないスピードで撃ち込んでくるというエピソードが残っています。3秒に1発のペースで爆発物が降ってくるんですか。それはただの物理的な破壊力を超えて兵隊たちの心理を完全に壊してしまいますね。休むことすら許されない戦場の恐怖です。まさに心理的な破壊ですよ。いやー、恐ろしい。しかしこれに加えてアメリカ軍をさらに深く完全なパニックに陥らせたもう一つの心理的な圧迫があったんです。さらにパニックを引き起こすものなんでしょうか。それはフレンドリーファイヤー、つまり味方からの誤射を装う欺瞞戦術なんです。どういうからくりなんですか。それは日本軍はアメリカ軍が味方の60ミリ迫撃砲で支援射撃を行うタイミングにぴったりと合わせて敵弾頭を撃ち込んでくるんですよ。でもちょっと待ってください。アメリカ軍の60ミリ迫撃砲と日本軍の50ミリの敵弾頭では弾の大きさも爆発の威力も違うのではないですか。なぜアメリカ軍は味方の弾が落ちてきたと騙されてしまったんでしょうか。いやー、そこが軍事メカニズムとして本当に恐るべき偶然と計算なんですよ。日本軍の敵弾頭の専用の砲弾に使われていた策薬、つまり爆発させるための TNT の量がアメリカ軍の60ミリ迫撃砲の砲弾とほとんど同じだったんです。まさか。つまり弾のサイズは実際には違っても爆発の威力とその音や衝撃が全く同じだったと。その通りです。だからこそアメリカの兵士たちは味方が支援射撃を始めた瞬間に自分たちの足元で味方の弾と同じ爆発が起きるのを見て完全に味方から撃たれていると勘違いしてしまったんです。いやー、それはえげつないですね。味方が自分たちを誤射していると思い込めば
部隊の中の信頼関係や士気はどん底に落ちますよ。内部崩壊を狙った非常に巧みな戦術です。そこまで苦しめられたら当然アメリカ軍も何か対策を取ったはずですよね。やられっぱなしではいられないでしょうし。もちろんです。そこで1943年に野戦共犯へ追加されたのがワンマンモーターメソッドという一人用の迫撃砲運用法です。なるほど。敵の兵器が軽くて一人で使えるなら自分たちの兵器も一人で使えるように改造してしまえという発想ですね。はい。そしてこれがまた無茶苦茶なものだったんです。無茶苦茶と言いますと？もともと複数人で運用する重たい60ミリ迫撃砲からベースプレート、バイポット、そして照準器まで全部外してしまうんです。いろいろなパーツを外してただの筒だけにしてしまうと？そうなんですよ。砲身である筒だけにしてそれを左手で支え、そこを地面に押し付けます。左手で支えるんですか？反動がすごそうですが。はい。だから弾を飛ばすための装薬は0か緊急時の1のみに制限されました。火薬の量を極力減らしたわけですね。そうです。これでも射程450から730メートルというスペックを誇りました。射程が長いのは分かりますけど、ちょっと待ってください。照準器がないのにどうやってその距離の敵に向かって狙いをつけたんですか？ここが泥縄の極みともいえるハンドメイドの補助具なんです。なんと兵士自身に木のブロックを自作させるんですよ。木のブロック？長さ20センチ、幅10センチほどの手頃な木のブロックに59度、69度、73度、77度という角度の型を削り出して作るんです。これを砲身の先端に当てて角度を測って撃てと。まさかそんなアナログな、さらにもっと原始的な方法もあったと聞いていますが。ありました。砲身に糸をくくりつけ地面に向かって垂らすんです。そして特定の行角、つまり角度になった時の糸にノット、結び目を作ります。糸に結び目ですか？はい。次に撃つときはその結び目が地面に触れるかどうかを見て着弾地点を調整しろと言うんです。いや、敵の銃弾が飛び交うジャングルですよ。いつ木の上から弾が降ってくるか分からずアドレナリンが吹き出てるような激戦の最中にちょっと待って、ポケットから木の切れ端を出すからとか、砲身の糸の結び目が地面に触っているかななんて確認するの絶対に不可能じゃないですか？おっしゃる通りです。でもそこまでしてでもあの空白の距離を埋める軽量な兵器が欲しかった。アメリカ軍の焦り具合がいかに極まっていたかがよくわかるエピソードですよね。実際アメリカ軍のこの模倣は結局失敗に終わりましたからね。やっぱり失敗したんですね。しかしここでどうしても疑問が湧くんですよ。同じように筒を手で支えて撃っているのになぜ日本軍にはそれができてアメリカ軍のワンマンモーターにはできなかったんでしょうか？そこに極めて合理的な技術的な差があったということですよね。まさにそこなんです。日本軍の敵弾頭の内部には素晴らしいメカニズムが隠されていました。どんなメカニズムですか？砲身の底には砲弾を発火させるための撃芯、つまりファイアリングピンがあります。針のようなものですね。はい。筒の底にあって弾のお尻がぶつかると火が出る仕組みですよね。日本軍の敵弾頭は外部についているダイヤルを回すことでこの撃芯の位置を筒の中で上下にずらすことができたんです。つまり筒の中で点火した時に出るガスの溶積を変えることができるということですね。そうなんです。ガスの溶積を変える、つまりガス圧をコントロールすることで砲身の角度を45度に固定したままで飛距離をコントロールできたんですよ。なるほど、それは素晴らしい。筒を45度の角度でしっかりホールドしたままダイヤルを回すだけで遠くに飛ばしたり近くに落としたりできる。このメカニズムのおかげで日本軍は安定した射撃ができたんです。一方でアメリカ軍の60ミリ迫撃砲はもともと砲火に据え付けてクランクハンドルを回して行角を精密に調整する設計でした。クランクで角度自体を変える設計だったと。はい。それをいきなり現場で木のブロックだの糸の結び目だのを使って手の感覚だけで微調整して撃てというのは土台無理な話だったんです。見た目だけ真似てパイプを持ってみても中にメカニズムが全く違ったわけだ。そういうことです。ではアメリカ軍はそのまま諦めたんですか？いえ、アメリカ軍も敵の兵器が素晴らしいと分かって本土での新型兵器開発に乗り出しました。それが T18E6 という新型の60ミリ迫撃砲です。これはまさに日本軍の敵弾頭に影響を受けて
対抗するために開発されたものでした。ちゃんと使えるようにどうやって改良されたんですか？プライドを捨てて丸ごとコピーしたんでしょうか？いえ、アメリカ軍の既存の 60mm 迫撃砲をベースに、まず手動発射機構を取り入れたんです。そして一人で扱えるように小型のベースプレートを取り付けました。さらに小銃には小銃滴弾用の小銃機を流用しました。ちゃんと部品をつけたわけですね。これによって重量は約 8.8 キロまで軽量化され、6145門が製造されたんです。やっと一人で扱えるまともな兵器ができたわけですね。これでジャングルの戦いも少しは楽になったんじゃないですか？と言いたいところですが、その開発の裏側もまたドタバタの連続でした。ドタバタですか？なぜなら前線からのプレッシャーがあまりにも強かったためです。どういうことですか？早くあの日本軍の兵器に対抗できるものを送れという悲鳴のような声に押され、兵器局は正式な図面が完成する前に見切り発車で製造を始めてしまったんです。図面がないのに作り始めたんですか？いくらなんでも焦りすぎじゃないですか？はい。その結果、初期生産分は性能テストに次々と不合格になるという大混乱を引き起こしました。うわ、完全にパニックですね。つまり先ほどお話しした糸と結び目を使ったワンマンモーターメソッドは、この新型が届くまでの単なるつなぎだったんです。つなぎだったと。まさに泥縄に次ぐ泥縄だったんです。後方で開発する技術者たちもパニックになるほど前線の状況は切羽詰まっていたんです。いやー、アメリカ軍をそこまでパニックに落とし、泥縄式の対応をさせられ、図面なしで兵器を製造させるほどの焦りを生んだんですね。本当に。それほどまでに日本軍の敵弾頭が戦場で与えた衝撃は大きかったということですね。おっしゃる通りです。最初の膝に当てて骨折してしまったという間抜けなエピソードからは想像もつかないほど深く恐ろしい影響力を持っていたんですね。その衝撃の大きさがこの一連の歴史から鮮明に浮かび上がってきますよね。本当にそうですね。今回の深掘りはここまでです。もし今回の動画をお楽しみいただけましたら、高評価とハイプをお願いします。また最新の動画を見逃さないようにチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。それではまた次回の深掘りでお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。